はい、どうも、エンジン太郎です。今回は、ちょっと寄り道をして、旋盤のツールですね、道具、ちょっと準備します。何かというと、旋盤の刃物ですね。刃物の交換を容易にするパーツですね。名称としては、クイックツールチェンジポストってやつですね。QTCP などと呼ばれることも多いです。まあミニ旋盤持ってる方だと、持ってる人も多いでしょうし、憧れの道具の一つですよね。かくいう自分も基本、とても以前から欲しかったんですけど、この道具って買って終わりではないことも多いんで、ちょっと二の足を踏んでました。でも今回奮発して買ったので、これを旋盤に使えるようにしていきます。まだ買ったとは言っても1セットとちょっと余分にいくつか1個パーツが来たんですけど、これとは別にまだあとパーツが4つ来る予定です。これはそのパーツがないと意味がない道具ですね。ではちょっと中開けてみますね。はい、全部広げました。あるのは大事なのはこの本体、メインになるパーツですね、こいつが。こいつと、こいつに接続するための部品群。今頼んでてまだ来てないのがこの2つのがあと2個ずつ。合計これは6個になりますね。こういう感じで、これ数を揃えなきゃいけないので、1個ずつはそんなに高くはないですけど、意外と数が揃うと高くなるので。で、これが重要な、ツールポスト本体部分ですね。使い方としては、基本的には入れると。で、ロック。これで交換ができるというものですね。ロックする。それで交換したいときは、こっちに変えてロックと。それで外して交換するときにはロックと。こんな感じで工具の交換が簡単になるんですよね。そして高さ合わせもこのネジを使ってやるので、もう今後シムによる高さ、バイトの高さ合わせっていうのは必要なくなるんですよね。それが最も重要な部分です。交換こうやってカチャッとセットしさえすれば、バイトの高さがもうぴったり合うっていうことですね。それが非常にありがたいです。問題点もなくはないと思います。例えば全体としてちょっと小さいので合成が低いとか、そういう部分はあると思いますが、利便性を上げた方がやっぱ加工してて楽しいというのはありますね。ではちょっと状況を見てみましょうか。はい、旋盤刃物台がここにあります。こいつの代わりにこいつがくっつくっていう感じですね、今度は。こいつ一回ちょっとバラしてみないとわかんないな。よいしょ。今これは普通に留めネジがあって、よっとこんな感じで刺さってるだけですね。多分このネジを交換しなきゃいけないかもしれないです。もしくはこのネジを残すためにスペーサーを作らなきゃいけない。そういう感じになるんじゃないかなと思います。ネジ交換だろうな。長さ足らねえしどうせ。とりあえず状況確認のために一度分解してしまいます。よいしょ。ちょっとガリのバイトくっつけて高さ調整してみますね。この一番下に入ってる土台の板は使えないですね、これは。で、ここのネジに関しては、できれば刃物台を共有というか、取り替えられるように、こっちを使う時もあれば、こっちのノーマルの方に戻す時もあるっていう感じで使いたいので、ノーマルに準じたネジの太さに変更した方がいいですね。ちょっと一回ばらしてみないとダメですね。はい、一番上の、この特殊ネジ緩めてきました。ここ逆。
ここがネジなので正直もうここ削っちゃうわけにもいかないですね、削るわけにはいかないので別の方法考えますね。とりあえず旋盤の方を確認します。ちょっとこっちはいじるスペースがあんまないので旋盤側で対応するしかないですね。ハンドルをまず取ってこいつがついてる場所がこいつが抜けてくれれば OK なので、ここマイナスネジでくっついてますね。このシャフト抜きたいんで、まずはこのシャフトの抜くためにここにマイナスネジあるのでこれ外します。よいしょ。よいしょ。ではこのシャフトを再現しなきゃですね。こいつがはまるように再現していくと、これがここに入るようなシャフトなので 95mm ぐらい 94mm ぐらいで作っておけばいいですね。よし、とりあえず CAD で設計しちゃいますね。その方が確実ですから。じゃあ、CAD で設計していきます。はい、とりあえず CAD で必要な部分だけ、図面に起こしました。まあ、これで十分だと思います。いくつか製作しなきゃいけないパーツがあって、あと追加加工しなきゃいけない部品も少しあります。まあでもそんなに難しいものではないと思います。まあ、ここのシャフトを作るんですが、このシャフトを作るためには旋盤が必要と。マザーマシンの改造はマザーマシンが必要と。まあ相変わらずめんどくさいことになるんですよね、これやるのは。まあいくつか作らなきゃいけない部品、追加加工が必要な部品ありますけど、まあどんどんやってきますね。はい。なかなか四つ詰めって難しいんですね。ピタッと決まる時もあるんですけど、まあメモリ半分ぐらいならよしとするしかないでしょうね。まずはいつものようにセンタードリルからスタートしていきます。今12ジャストの予定ですけど、どうでしょう。はい、12.000、まあぴったりですね。距離は18ミリほど。台数を立てる部分少しだけ細くしておきます。
ダイスセットしたらネジ切りです。よいしょ。クイックチェンジがつけば、この刃物交換に1分ぐらいかかってる作業が5、6秒で終わるようになりますね。ちょっと楽しみです。こちら側からやる加工は終わったので、最後に突っ切って切り離していきます。はい、片方できたので反対がやってきます。はい、だいぶちょっと細くなって掴むのも大変なので、ストレートコレットを使って掴んでいきますね。よいしょ。こちら側からやらなきゃいけないのは M12 のネジを切ることだけなので、それに合わせてまずシャフトを細くしていきます。これで 11.83これでシャフトができたと思う。ちょっと長いシャフトですね。できました。次にやるのはクイックチェンジ側の追加加工になります。こいつの追加加工ですね。ここの部分ですね。ちょっと広げます。KO17 深さ15ミリと。これで OK。これで一段広げました。はい、あと作んなきゃいけないのは固定用のスペーサーですね。まあこれはつば付きのフランジみたいなものなので難しくはないですね。ここの細い部分がまあ今掘ったのに入るようにしとけば OK ですね。はい、なんかのシャフトの余りがあったのでもうこれでいいです。そしたら一段作ると10ミリか。
今 16.9 ジャストぐらい。16.958。あとはいらんところを切りゃ OK と。先ほど作ったこいつにきちんと入って、このシャフトも入って、いいね。いい感じです。高さの調整は最終的にやるとして、とりあえずこれで OK と。はい、では一応、クイックチェンジをつけるための部品は作り終わったので、刃物台外して、ネジの交換ですね。まだあと1個ちょっと問題点があるけど、とにかく刃物台まず外して先に進みます。これでよし。これでこっちに引っこ抜けと。はい、刃物台取れましたね。これは計測の時も一度取ってるのでどうということはないです。これで基本的にはシャフトは取れるんですけど、問題は新しいシャフトにはこの回り止めのネジが付けてないことなんですよね。ネジ穴がシャフト側と本体がまたがって開いてるので、新規でなら作れるんですよね、これ。ただ後から作ろうと、片側だけ作ろうとすると結構難しいんじゃないのかな。はい、ではこのシャフトを入れてと、まずほいっと。でこいつをねじ込むと。問題はここにネジを打たなきゃなんないんですけど、ここの部分 4mm のエンドミルでちょっと掘ってタップ切れるかどうかやりますね。要は回り止めにネジが入ってくれればいいので、それでタップ切れれば御の字です。これに関しては正直精度はもう望めないな。できるだけやるという感じです。ちょっとくらい触れてる方がいいかな。これでタップ切れるかな。切れたらラッキーかな。とにかくまたねじ込みますね。シャフトを定位置につけたのでタップ立てていきます。完全とは言えないけど、なんとかなったって感じかな。芋ネジが奥まで入ってくれればこれは OK と。これでシャフト交換ができたので、こいつが真ん中に入ると。でよし。でクイックチェンジができると。これでロックと。でフリーと。いいじゃん。フリーにして抜く。はい、次の刃物をロック。フリーにして抜くと。旋盤に取り付けます。よし、これで OK と。固定自体はこれでいいんですよね。ちょっとテスト切削用に一番よく使う刃物でセットしますね。今度は敷板がいらないんですよね。ただ最初の調整はやらなきゃダメですけど。
刃物側の上についてるネジを回して刃物の高さを調節していきます。まだへそが残ってるので、もう少し調整します。はい、ここ単面ほとんどへそ出ません。もうちょっとわずかに触ると感じるという感じですね。結構いいんじゃないかな、このぐらいなら。でこれをもう一発でセットできるっていうのがこいつの強みですね。まあ工具ごとに全部セットしていかなきゃいけないので、その辺はちょっとめんどくさいですけど。よし、これで一応は旋盤自体は使えますね。もういくつか気になるところがあるんですよね。できれば刃物台こっちにくさび、こっちにくさび、2箇所のくさびで使いたいんですよね。ここが1箇所、もう1箇所ここっていう感じで、こっちは中ぐりをやるときにこのままセットできるようにしたいんです。それでまあレバーの位置がちょっと悪いですね。中にネジ入ってて、3条ネジが入ってるんですよね、中に。その位置変えたら、いい位置に来るようになりましたね。これなら邪魔にならないね。よし、これで OK。 はい、クイックチェンジついて、ここからは使い勝手のチェックって感じです。さて、じゃああんまり好きじゃない突っ切りいきますか。刃物合成が要求される突っ切りが一番多分難しいんだと思います。まあとりあえずやってみますね。はい、できました。これはここの部分ですね。先ほども作ったんで、先ほどというかちょっと前にも作ってたんですけど、まあちょっと小さかったっていうのもあって取り替えます。向きがちょっと悪いな。やっぱこの辺向いてくれた方がいいかな。そうするって1.75 ピッチ割る4、かけ3でいくと 1.31 ミリ、こっから削るとちょうどこっち向くはずです。
これでおそらくこのハンドルがこっちに向く、この辺で止まってくれるのが理想ですね。よし、お、ぴったり。ハンドルの固定位置も理想的ですね。真横に来てくれて、手前に来るとそれはそれで邪魔で、こっち向いちゃうとチャックが怖いのと、刃物のところが見づらくなる、先端がというのがあるので、やっぱこのぐらいかこの辺かで止まってくれないと困るんで、厚さは今ちょうどいいですね。今回はこのクイックチェンジの取り付けという回でしたね。心配してた合成ですね。もうそこまで落ちてる感じはしないです。もともと小さい旋盤なので、あまり高負荷な運用ってできないんで、そういう意味では特に問題はないんではないかと。今回こんな感じで工具の、取り付け動画となってしまいました。またしばらくしたらエンジンの方戻ると思いますので、その時はよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。